係，歡迎嚟到花師特攝，我係 Quinton。咁今日好榮幸可以邀請到祖大松希師範啦，同我哋做呢個訪問嘅。咁祖大師範咧，佢喺日本都係一個非常之有經驗嘅動作指導啦。咁亦都之前係參與過香港嘅電影做一個新嘅。はい、師範。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと自己紹介お願いします。日本でアクション監督やってます早瀬茂樹です。16歳から始めてもう50年ぐらいになりますね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。祖大師範喺16歲嘅時候加入咗倉田 Action Club， 當其時係參與過好多唔同特攝作品嘅舞台劇表演。去到22歲嘅時候，參與咗由 TBS 電視台製作嘅 G-Man 82香港篇，其後更加係參與咗好多唔同香港嘅電影拍攝工作，包括《至尊特警》同埋《東京攻略》。祖大師範之後就開始動作指導嘅工作，有好多唔同嘅作品都係由佢做動作指導，包括特攝作品《鳳神百劍》、日本電影《飛翔吧奇玉》同埋電視劇《Treasure Speed》。祖大師範亦都同時間提供緊常規嘅動作訓練，現時亦都係經營緊自己嘅 YouTube channel Action Kick Girls。咁我哋依家一齊睇下祖大師範有啲咩經驗可以分享俾大家。咁你都有參與過唔同嘅特攝嘅作品啦，包括係一啲舞台劇啊，同埋一啲電視劇咁樣，可唔可以分享下入邊一啲經驗咧？僕は最初はイベントのショーのね現場に行ってましたね。それでショーなんですけど、テレビで放送されている特撮ヒーローをステージでやっている。それでやっぱりテレビとイベントのショーでは少し見せ方が違うんですよ。テレビだったらリアルにこうねアクションをやるんですけど、ステージショーはやはりブラウン管じゃなくてステージから遠くのお客さんがいるじゃないですか。だからそのお客さんに分かりやすいようにちょっと大きなアクションをやるのを心がけていましたね。でもテレビの方はリアルな、アクションだからそこがやっぱ違うところはそこですね。その特撮ステージショーはどんな作品？メタルヒーローですか？いや、メタルヒーローもあるし、仮面ライダーも、あと戦隊ヒーロー、そういうの全部やりましたよ。咁下一條問題咧，就想問下知道祖大師範都好中意香港嘅電影啦，想知道究竟係乜嘢令到你咁中意香港嘅動作電影呢？13歳の時にブルース・リーの「燃えよドラゴン」という映画を見て、でそれでなんか日本にはない独特な雰囲気、アクションにしても香港ですね、その中でちょっといろんな衝撃を受けて、でアクションにしても日本ではあまり蹴り技がなかったんですね。前蹴りとか回し蹴りがたまに出てくるぐらいだから、ブルース・リーの後ろ回し蹴りを見た時になんかすごいなってそういうのを感じて、それでちょっとブルース・リーに憧れて、でその後あれですね、ジャッキー・チェンのブルース・リーとは違うアクションで、それでテンポが良かったり、あとカット割りも面白かったりとか、あとブルース・リーではない独特なジャッキー・チェンのコメディーなアクション、それがすごく面白くて、やっぱり日本ではそういう描写が少なかったので、やっぱり香港映畫をよく見るようになりましたね。係咁跟住咧，都想問下關於皮套演員嘅一個工作啦。點樣先可以成為一個好嘅皮套演員呢？スーツアクターになるにはやっぱりただ空手とかボクシング、そういう技術だけじゃないんですよね。やっぱり一番大事なのはお芝居ができなきゃいけない。だから普通の人間が感情を、怒りの気持ちをパンチとかキックとかそれに置き換えてるだけなので、ただ空手がうまい、ボクシングが上手、
テコンドーの蹴りが素晴らしいだけじゃスーツアクターにはなれない。普通の演技の勉強をして、それにプラス空手とかの武道の技術を身につけなければいけない。それにあとは芝居を勉強しても表現力とか、お客さんにどうやって今の感情をパンチなりキックで表現をするか。だから普通の役者と同じ勉強をしなきゃいけない。それができて初めてキックパンチができて、それがスーツアクターですね。それでスーツアクターはやっぱお面かぶってるので、やっぱり見え方が違う、見づらいので、そこをちゃんとなんか勉強して、あととにかくお客さんに自分がやっている演技アクションがちゃんと自分が見せたいものとして伝わっているかっていう、そこがやっぱ難しい、勉強しなきゃいけないところですね。係咁，除咗動作之外啦，演技都係非常之緊要，因為當你戴咗頭盔嘅時候啦，當觀眾就睇唔到你嘅表情，咁你都要用唔同嘅方法去令到觀眾去了解到究竟個角色係有啲咩嘅 emotion 喺度嘅。咁嚟到最後一條問題啦，就係佐大師範佢就成立咗呢個 RALC 啦 RALC 嘅一個 action team 啦，咁就想了解下點解會成立咗呢個 action team 呢？當你成立呢個 action team 嘅時候，有啲咩核心嘅價值係想傳遞出嚟呢？ラルク作ったきっかけはやはり初めは自分は俳優としてやってたんですね。俳優で、それを表現するにあたって自分のやりたいことをやってくれるメンバーがいないとそれは実現しない。なので自分がやりたいアクションをやるためにラルクというチームを作って、そこにメンバーをが入って、その人たちに技術教えることによって自分がやりたいアクションがストレートにできる。だけど自分一人でやりたくても自分のやりたいことが伝わらないとなかなか表現するのは難しい。なのでチームを作って、私が全部メンバーに教えてできるようになったら、自分がつけるやりたいアクションができる。だからそのためにラルクをね作りました。ラルクの意味は、リアルとリアル、フェイクと、ライ、そうリアルは現実で、ライは嘘だから虚像。だから映画っていうのは本物であり、でも台本があって作られるっていうことはやっぱり嘘じゃないですか。だから現実と虚像、それが合わさってアクションになってるわけ。咁我相信呢一個亦都係拍電影裏邊一個非常之緊要嘅概念啦，即係當你係置身於嗰個場景嘅時候啦，無論係一啲見樣嘅文戲啦，或者係皮套嘅文戲啦，你亦都好相信嗰樣嘢真實咁樣存在，先至能夠代入到，然後可以發揮到你嘅演技出嚟。咁今日嘅訪問就係咁多啦，多謝佐大師範同我哋做呢個訪問啦。はい、謝謝。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、拜拜。拜拜。接拍落嚟，我哋嚟到 AAC Stunt 呢一度去訪問戴橋明先生。今次好開心可以邀請到戴橋明先生接受我哋嘅訪問。戴橋明先生係一個非常之厲害嘅皮套演員同埋動作指導，曾經參與過好多唔同嘅特攝作品，包括係《加美拉2》入邊擔任加美拉嘅皮套演員，《加美拉3》入邊伊列殊嘅皮套演員，哥斯拉大怪獸總攻擊嘅基多拉，同埋無面超人 The First 入邊嘅蜘蛛怪人。而動作指導方面參與嘅作品亦都好多，包括有非公認戰隊、超人 Origin Saga 同埋一系列嘅牙狼作品。好，咁咧，我哋今日咧就想睇下咧，我哈斯先生有啲咩去分享俾大家知啦。我哈斯先生係ありがとうございます。係啦，咁咧當初咧就成為一個皮套演員啦。咁點解你會去作為皮套演員呢個工作咧？同埋咧喺做皮套演員之前，有冇做一啲好艱苦嘅訓練咧？
で、まず最初になんでスーツアクターになったかっていうのは作品としてはガメラ2、ガメラからなんですけど、もともと子供の時から仮面ライダーとかウルトラマンが好きで将来そういう仕事はしたいなとは思っててたまたまチャンスが来てスーツアクターになれたっていうところです。で厳しいトレーニングってスーツアクターの練習っていうのはやっぱマスクをつけるから視界がよく見えないから感覚で、あと声とかの反応を聞きながら後ろから来たら避けるとかっていう感覚の世界なので、そこのトレーニングはすごい難しいです。咁Sensei你參與過咁多嘅作品啦，有邊一個作品咧係令你印象最深刻嘅，覺得係可能最好玩或者係好辛苦嘅，都可以分享下俾我哋知。はい、いろいろ作品特撮やってて、ウルトラマン、ガロ、秋葉レンジャーとかいろいろあるんですけど、そのアクションで一番難しかったのは秋葉レンジャーは、アクションとコメディが難しくて、そのバランスをだからかっこよくやりすぎてもダメだし、おふざけすぎてもダメなんで、そこをうまいバランスを取るのが一番難しかった。でガロに関してはとにかくかっこよく刀を振るって騎士なので、盾なので、ガロはとにかくかっこよく、で秋葉レンジャーは楽しく、でウルトラマンに関しては巨大ものなのでボディアクションだけじゃなくてビームとかも出るので、光線とかをどうするかってかっこよく出すかっていうことがこだわりですっていう感じです。私は秋葉レンジャー大好きです。ありがとうございます。係咁Sensei咧喺呢個特攝嘅作品裏邊啦，咁譬如有呢個 Ultraman Orb 同埋有其他超級戰隊啦，咁喺一個等身大嘅 size 啊，我哋去 design 個動作啊，同埋巨人 size 咁樣去 design 個動作咧，裏邊有啲咩分別咧？有啲咩元素令到你去將兩樣 style 去劃分翻咧？まずウルトラマンオーブは巨大なのでバッて構えた時に地面を取れないんですよ。カメラローアングルでなので、だから足切りのサイズしかなくて、ここから上をどうかっこよく見せるかってことなんでね。でガロとかは剣があるので刀をどうかっこよく見せるかってことで、秋葉レンジャーは3人のチームなんでチームワークなんだよね。1人でかっこよくんじゃなくて3人が揃って決めるっていうことが非常に難しくて、そこが一番面白いところであるかなっていう感じなんですね。はい。咁Sensei喺呢個蒙面超人嘅 The First 裏邊咧，擔任蜘蛛怪人嘅皮套演員。咁蜘蛛怪人咧，其實喺個劇集裏邊啦，或者呢個電影裏邊咧，係第一隻怪人嚟嘅。咁你有啲乜嘢諗法去 design 呢一個角色嘅風格啊、文氣啊、動作啊？有冇參考過本身咧好舊年代嘅原著？有冇參考過裏邊嘅動作去諗 design 嘅咧？スパイダーは参考にしたのはアメリカのスパイダーマンではなく日本のスパイダーマン、東映で作ったスパイダーマンを参考にしてて、で一番きついのはスパイダー逆さまになって降りてきたり、とにかく人間じゃないポーズを取るのが関節とかがきつくて、でとにかくね人間離れしたことをマスクをかぶってやらなきゃいけないっていうのと、みんなが思ってるより肩上がんないのね、スーツの向上でバク転とかもすっごい大変なんだけど、映画ではねちゃんとやるけどっていう感じなんですよ。だから意外とこのいろんなスパイダーってこことここが接触してついちゃってるんで、首も自由に触れないけどワイヤーでぐるぐるって回ったりするので、そういうのは大変かな。でも参考にしたのはやっぱ雲は雲だけど日本のスパイダーマンっていうこと。はい。日本ドラマスパイダーマン。即係估唔到咧，原來奧哈斯先生咧，佢係喺諗個 design 上邊就係用呢個特攝版嘅蜘蛛俠嚟去諗嘅。係咁啊，真係覺得呢個係一個好得意嘅答案，呢個係冇諗過嘅，我係相信我哋所有觀眾都冇諗過。係咁呢個時候咧，又問下一啲比較近年嘅新技術啊，或者睇下 Sensei 有啲咩諗法啦。近年咧喺特攝上面咧比較多用咗 CG 去代替皮套啊。咁就係例如哥斯拉
都係一啲CG 啊，去營造個怪獸嘅形態，就可能同呢個以往做着 suit 啊去演戲啊會有唔同嘅。咁呢一樣嘢對於你哋嚟講啊，會覺得係有啲咩睇法咧？或者係喺動作 design 上面有啲咩諗法，令到你哋去就住個 CG 而改變咧？もともと僕はスタントマンだったので、僕がやってた時代は CG とかがほぼないので、実際にビルが爆発する中をジャンプするとか、火薬で爆発する中を駆け抜けるとかをやったんだけど、もう今はもう許可も下りないので CG でやることになって、もうむしろアクション監督で演出する時は合成、グリーンバックの合成の知識がないとちょっと対応できなくなるっていうことですかね。昔はもう現場でやっちゃえばよかったんだけど、今は合成でやるからかぶりだとかライティングとかも出てくるっていうところこだわりがちょっと知識がないと、合成の知識がないとちょっと簡単にはアクション監督はできないっていう感じですね。でスーツに関して怪獣映画モンスターは僕は別に CG のモンスターが嫌いなわけじゃなくて、むしろ好きかもしれないんだけど、昔ながらのスーツを着た怪獣は人間が演じる中で一番僕が気にするのは怪獣は怪獣だから人間の仕草が入った時点でもうアウトなのね。怪獣獣なので。で怪人を演じる時は人の要素がないとダメなのねとかっていうこだわりがすごくあって、だからスーツにはスーツの良さがあって CG には CG のアニメチックな良さがあると思ってて、だから本当はうまく2つが融合できれば一番いいなとは思っている感じです。先生は CG スタイルと特撮スーツスタイルも大好きですか？大好き大好き、両方大好き。係係呢個都係喺一個科技進步裏邊啦，同埋我哋睇緊哥斯拉，其實佢本身嘅原型都係來自於所有 suit actor 去表現出嚟，而再去重新製作嘅，所以都係呢個 suit actor 嘅功勞咧，真係對於成個作品都好緊要嘅。咁Sensei 咧就同好多 partner 啦，成立咗呢個 AAC Stunt 呢個地方。咁你喺成立呢個地方嘅時候咧，有啲咩核心價值想做到嘅，或者有啲咩 message 想俾嚟嘅學生咧？もともと AAC スタンツっていうのはイベントをやっていた、ヒーローショーをやっていたチームで、で僕らはもう80年代にジャッキー・チェンとかが大ブームになって、イベント会社を辞めて会社を設立して映像作品を撮ろうって言ってチームを立ち上げて会社を作ったので、だから香港映画の影響はかなり受けていて、で何が特徴があるかっていうと特撮作品を中心にやってきて、特撮以外もやってるんだけど AC の強みは特撮作品がすごく多い。で雨宮啓太監督の作品が非常に多いと。だからでガメラ、怪獣モンスター映画もやる、ゴジラもやる、ウルトラマンもやった、仮面ライダーもやったから、もうほぼ日本の特撮は全部やっているのね。でだから AC の強みっていうのはその特撮界では多分誰もが知っているし、でそれ以外にも普通のボディアクションのドラマもやるし、バラエティもやるし、何でもやるかな。ワイヤーもやるし、スタントもやるし、アクターもやるっていう、何でもやるっていうことですかね、強みとしては。咁Sensei咧喺呢個 AAC 成立都聽到你咁多元素喺裏邊，然後我覺得喺日本嚟講都好幸福，因為好多學生都可以嚟到呢個地方裏邊咧去學習呢個 action。咁即係我覺得係 AAC 呢個地方真係非常好嘅，可以提供到機會俾人哋去學動作。咁其實大橋明師傅即係我黑師Sensei，咁就有啲乜嘢message 想話俾一啲我哋香港嘅觀眾知道，如果想學做呢個 suit actor， 有啲乜嘢要去做到嘅，或者其實除咗呢個動作啦，同埋演技啦，有啲乜嘢，譬如例如品格上面嘅，有冇啲乜嘢要求係去做呢個 suit actor 咧？スーツアクターって単純にアクションも当然できて、一番僕が大事にするのはお芝居。芝居ができないととにかく通用しなくて、どんなに早くかっこよく動けても結局お芝居ができないと全く意味がなくて、
でねやっぱり僕が気にするのはやっぱり立ち振る舞い挨拶であったり「おはようございます」「ありがとうございました」とかって結局スーツアクターって一人じゃ何にもできなくてマスクをつけてくれる人もいるし背中のチャックをやってくれる人もいるしあと火薬をやってくれる仲間がいたり結局一人じゃできないのね。だからその立ち振る舞いでちゃんとみんなに感謝の気持ちを「ありがとうございました」とかを言えないと単純にスタッフから嫌われる。どんなにうまくても。だから一番大切なのは人間性が必要。だから人間性ができている人は監督から嫌われることないしスタッフから嫌われないんで愛されるので作品が続いていくけどどんなにうまくても人間性ができてなくとやっぱり嫌われてって仕事はだんだんなくなっていっちゃうっていうのが現実です。係咁就都聽到先生嘅分享啦，即係我都知道係喺我哋嘅 Suits Actor 裏邊啦，其實自己做一個 actor 係唔夠嘅，仲有身邊嘅人去幫你先至可以完成到一個好嘅作品啦。同埋除咗呢個 action 上面之外咧，就關於個演技都好緊要嘅，因為喺一個演技上面先至表達到呢個角色嘅存在。係，咁我哋今日嘅分享就咁多啦。咁我哋多謝大橋明先生啦，即係我哈斯先生，佢就會同我哋分享咗咁多嘢，咁我哋知道咁多關於喺日本呢個 Suits Actor 同埋動作指導嘅內容嘅。係，我哈斯先生，ありがとうございます。ありがとうございました。係，咁我哋今日係咁多，拜拜。拜拜。揸住部電話添喎。